ずんだあんを買ってきたのだ。これだけあればずんだもずがいつでも食べ放題なのだ。ずんだ餅？何それ、美味しいんですか？うめえのめぐねえのって、そりゃもうメタンさん。ずんだもずはすりつぶした枝豆をあんに用いる餅菓子で、南東北、特に宮城県を中心にした地域の郷土菓子。名称は豆うつ、ずんだに由来する。他にずんだもず、ずんだもず、ぬたもず、以上東北地方各都市、磐梯もず、栃木県各都市などとも呼ばれる。東北方言ではずんだもず、ぬなもずなどと発音されるのだ。めっちゃ早口で喋りましたね。夏の東北を思わせる爽やかな風味と鮮やかな緑色。神が東北に与えたエメラルドや。いいかメタンさん、ずんだは栄養あるんだ。ずんだ食ってるだけで人間死にやしねえんだ。回せー。つまり枝豆のあんのお餅ですね。そうなのだ。成分表示にもちゃんと枝豆、砂糖、塩と。お遺伝子組み換え。あ、それは遺伝子ですね。東北三姉妹の新メンバーかと思ったのだ。遺伝子組み換えではないとは、他の生物の遺伝子を使って性質を改変した大豆ではありませんよということです。そもそも遺伝子が聞いたことあるけどよくわからないのだ。メタンさん、ずんだに関係あるなら知りたいから教えてほしいのだ。いいですよ。よし、じゃあずんだもずを食べて賢くなってから勉強するのだ。遺伝子の本来の意味は遺伝する小さなものということですが、現在では遺伝する性質を作る物質と情報のような意味で使われています。細かいことは後にして、まず遺伝について考えてみましょうか。遺伝って子供がお父さんお母さんに似るとかそういうこと？そうですね。学問的な言い方をすれば、生物の形質が親から子へ伝わる現象となります。形質って何なのだ？形質とは生物に現れる性質や特徴のことです。例えばキリンは首が長いとか、桜は花が薄いピンク色だとか、人は手足が4本あってそれぞれに指が5本あるとか、また人の中にも髪が黒かったり金髪だったり、背が高かったり低かったりと個体によって特徴がありますよね。こういう性質や特徴が形質です。形質のうち親から子へ伝わるものを遺伝形質と呼びます。遺伝しない形質もあるのだ。生まれた時から持っている遺伝形質に対して経験や環境によって得られる形質を獲得形質と呼びますが、獲得形質は基本的に遺伝しないと考えられています。例えばスポーツが得意のようなのは獲得形質です。そうか、オリンピック選手の子供だって練習しなきゃオリンピック出られないのだ。この2種類の形質のうち遺伝形質を決定するのが遺伝子です。遺伝子が発見されたのは150年ほど前ですが、もちろんそれ以前の人も遺伝という現象自体はちゃんと認識していました。カエルの子はカエルとか不詳とか言うのだ。そうですね。それはまさに遺伝のことを言った言葉ですね。こういう言葉があることからもわかるように、子が親に似るというのは昔から当たり前のことと受け止められていたわけです。でももちろんその仕組みまでは知らなかったのだ。遺伝の仕組みを最初に考察したのは医学の父と呼ばれる古代ギリシャ人ヒポクラテスでした。親の体中のあらゆる部分でその部分を作るための部品が作られるのだ。それを材料に子ができるから子は親に似るのだ。というのがヒポクラテスの説でした。ちょっと待つのだ。それじゃあ事故か何かで手足をなくした人に子供ができたらどうなるのだ？そうですよね。この説に反対したのが哲学者のアリストテレスでした。そのような場合、ヒポクラテスの説が正しければ同じように手足のない子が生まれるはずだ。子に受け継がれるのは部品ではなくて体を作るための情報なのだ。ヒポクラテスの説は前世説という考えが元になっています。生物は最初から形が完成した原型のようなものとして誕生し、時間とともに成長するという考えです。これはその考えの例の一つで、300年前のオランダの科学者が描いた人の精子のスケッチです。中に誰かいるんですが、これが人のひな形で母親のお腹で成長し、やがて赤ん坊として生まれてくるという考えです。なんでだよ、こんなの絶対ありえねえのだ。そうですよね。これはちょっと極端ですね。でもね、私たちがありえないと思えるのは学校で習ったりして正解を知っているからですよね。そうやって簡単に正解が手に入るのは正解を見つけた人のおかげだけど、その人が正解にたどり着くためにはそれ以前の多くの人が観察したり実験したり議論したりしたことが土台になっていると私は思うんです。確かにそうなのだ。便利な道具もなかった時代からの苦労の積み重ねなのだ。
前生説の反対は、生物の誕生の瞬間には部品や原型はなく、単純な形のものから次第に複雑な構造ができていくという考えで、これを構成説と呼びます。アリストテレスは構成説の支持者でした。じゃあ2人のどっちかが正解なのだ。どちらも正解とまでは言えませんね。2人とも考えを言っただけで実験して証明したわけではありませんしね。でも遺伝子の勉強を進めると分かりますが、遺伝子は情報を持った物質であるという点では、2人とも遺伝子の本質を半分は見抜いていたとも言えます。ほう、やっぱり2人とも賢かったのだ。その後も遺伝の仕組みはずっと謎のままでしたが、遺伝というのは液体が混ざるようなものと漠然と考えられていました。液体？どういうこと？形質を決める要素は液体のようなものであり、母親と父親から受け継いだ要素が混合されてこの形質が決まるという考え方です。これを遺伝の液体説、混合説と言います。ミルクとコーヒーからカフェラテができるようなものか。そうです。そんな感じです。大抵子供はお父さんとお母さん両方に似るから、この説は説得力あるのだ。ただ、液体説は誰かが証明したわけではなく、なんとなく信じられていた俗説に過ぎませんでした。そして19世紀になって、ついに突破口を開く人が現れました。お？その人物はグレゴール・メンデルという人です。メンデルは当時のオーストリア帝国、現在のチェコ共和国のセント・トーマス修道院の司祭でした。修道院は修道士が世俗から離れて労働と祈りの生活を送り、神の教えを実践するための施設であり、司祭は修道院で指導者としての役割を持つ人です。昔の日本のお寺みたいなものか。世俗を離れてといっても完全に世間と関わりを断っていたわけではなく、宗教活動はもちろん、慈善活動や医療活動を行うほか、最先端の科学研究や産業技術の開発をすることもあったそうです。ほう、研究所みたいなこともしてたのだ。メンデルも司祭になってからウィーン大学に留学し、自然科学のいろんな分野を学んでいます。留学から帰ったメンデルはある実験を計画しました。こんにちは、メンデルさん。何を始めたんですか？私の実験に興味があるのかな？いいですよ。教えて差し上げましょう。よろしくお願いします。修道院では農家さんに頼まれて園芸のお花とかワインを作るブドウの品種改良の研究なんかもするんです。その時に遺伝の仕組みが分かっていれば行き当たりばったりよりも効率がいいと思うんです。確かにそれはもっともなのだ。そうでしょう。そこでですね、豆を。枝豆？ずんだ作るの？いえ、エンドウ豆なんです。大豆にすればよかったですね。でももう準備してしまったのでごめんなさいね。なら仕方ないのだ。気にしないでなのだ。で、このエンドウ豆の遺伝形質がどんなパターンで次の世代に伝わるかを調べるんです。エンドウ豆にも遺伝形質があるのだ。ありますよ。これをご覧なさい。エンドウ豆は黄色と緑色のものがあるんです。これは私が準備した純系です。純系って何なのだ？純系というのは何世代も同じ形質が現れる系統のことです。黄色豆の純系を作るにはまず黄色豆を畑にまいて育てて、できた豆から黄色豆を選んでまた畑にまいて豆を作らせます。そこからまた黄色豆を選んでと何世代も繰り返すと、できる豆すべてが黄色豆、それをまいてできる豆も全部黄色というエンドウができるんです。これを黄色豆の純系というんです。黄色豆の形質を作る要素しか持ってないのだ。その通りです。で、エンドウは一つの花におしべとめしべができて、花が開く前にその中で受粉してしまいます。これを自家受粉というんです。そこで受粉前におしべを取り除いてやって、残っためしべに緑豆の純系にできた花のおしべの花粉をつけてやります。こうすると黄色豆と緑豆の雑種を作れます。これを交配と言います。さて、雑種の豆は何色になると思いますか？子供はお父さんお母さん両方に似るから、きっと黄緑色の豆ができるのだ。それが一番シンプルな考え方ですよね。本当にそうなるかなという実験です。次にその雑種を自家受粉させて雑種の第2世代を作ります。そうすると何色の豆ができるのかというのも調べます。調べるのは豆の色だけ？他の形質も調べます。豆が黄色か緑かのように2つのうち明確にどちらか一方だけ現れる、こういう形質のペアを対立形質と言います。豆の色の他に豆の形が丸いかシワがあるか、花の色が白か紫か、鞘の形が膨らんでいるか、中の豆の形に応じてくびれているか、鞘の色が黄色か緑か、花の咲く位置が茎のあちこちに咲く液性か、茎の先端にだけ咲く長性か、
茎の長さが長いか短いかと全部で7つの形質を調べます。こういう風に純系を交配させて雑種を作って対立形質がどう遺伝するかを調べる実験です。うまくいけば遺伝の秘密が見えてくると思うんです。簡単に言うけどめちゃくちゃ大変そうな実験なのだ。メンデルさん一人でやるの？手伝おうか？ありがとう。でも大丈夫ですよ。修道院の雑用をやってくれている召使いがいるんですが、彼も手伝ってくれますから、2人でなんとか頑張ります。そっか、それにメンデルさんには神様がついているのだ。でも無理しないでね。なんだかハカハカしてきたのだ。メンデルさん、結果が出たら教えてほしいのだ。もちろんお知らせしますよ。楽しみにしていてください。こうしてメンデルは修道院の庭に作った畑で有名なエンドウ豆の実験に取り掛かりました。助手の召使いとたった2人で膨大な数のエンドウの交配と形質の記録を繰り返し、およそ10年の歳月をかけて研究を完成させました。つんだつんだつんだもん。鳥海さん。お、エレンデールさん、実験うまくいったのだ。お、ズンダモンさん、お待ちしていましたよ。ぜひ結果を聞いてください。まず、前にお話しした豆の色の結果をお見せしましょう。黄色豆の純系と緑豆の純系を交配すると、何色の豆ができるかという問題でしたね。僕は黄緑色の豆ができると予想したのだ。そうでしたね。ところが結果は、できた豆は全部黄色でした。全部黄色？緑豆を作る要素はどうなってしまったのだ？そう、そこですよ。どうなってしまったのか、それは後のお楽しみです。どっちがめしべでどっちがおしべかで違ったりしないのだ？さすがズンダモンさん、いい質問です。黄色と緑でめしべとおしべの組み合わせを変えてみましたが、やはり黄色豆しかできませんでした。じゃあ性別は関係ねえのだ。他の6つの形質についても同じ結果になりました。丸い豆とシワの豆の親からできた雑種は必ず丸い豆、紫の花と白い花の親からは必ず紫の花の雑種ができ、緑の鞘と黄色の鞘の雑種は緑の鞘、長い茎と短い茎の雑種は長い茎という感じです。純系の親からできた雑種にはどちらかの親の形質だけが現れるのだ。その通りです。雑種第1世代に現れる形質を有性形質、隠される形質を劣性形質と呼ぶことにします。ここで注意しないといけないのは、優性劣性は表に現れるかどうかを意味するだけで、性質や能力の優劣の意味は全くないということです。英語の支配的の意味のドミナントと引き下がるのリセッシブを翻訳したものですが、誤解を防ぐために現在は牽制、先制という語が推奨されています。純系の交配からできた雑種第一世代には親の一方の形質だけが現れる。これは優性の法則と呼ばれています。緑豆を作る要素はどうなってしまったのだ？どこかへ消えてしまったのだ？それを調べるのが次の実験です。こうしてできた雑種の黄色豆をまいて自家受粉させると何色の豆ができると思いますか？前にメンデルさんは黄色豆を自家受粉させると黄色豆ができると言ってたのだ。お、よく覚えていますね。純系の場合は確かにそうです。しかし雑種では違いました。雑種の黄色豆に158個をまいて育てて自家受粉させて雑種第2世代の豆を作りました。すると258のすべてのエンドウには黄色と緑の両方の豆ができたのです。緑豆を作る要素は消えてしまったわけじゃなかったのだ。そうなんです。さらにそれぞれの数を数えたんですが、黄色が6022個、緑が2001個でほぼ3対1になっていました。他の6つの形質の結果も同じで、雑種第2世代には劣性形質が再び現れて、優性と劣性の数の比はどれも3対1になったのです。雑種第一世代で隠れていた劣性形質が第2世代で再び現れ、優性と劣性の数の比が3対1になる。これを分離の法則と呼びます。ここでメンデルは非常に重要な考察をします。これは何を意味するのだ？これまで形質を決める要素は液体のように混じり合うものだと考えられていたんです。僕が最初に考えた黄緑色説はこれだったのだ。そうでしたね。黄色豆と緑豆を作る親の要素が混合されて中間の色になるということですね。でも実際は中間の色にならないのですから、形質を決める要素は液体のようなものではないのです。なるほど。さらに
第2世代で緑豆ができたことも液体説を否定しています。どういうこと？もし液体のように混ざり合うものなら、また緑豆の要素だけ出てくることはないはずです。確かにカフェラテをまたミルクとコーヒーに分離するなんてできないのだ。でも、それがミルクとコーヒーの飴玉だったらどうですか？飴玉だったら混ぜてもまた分けられるのだ。そうでしょう。つまり、豆の色を決める要素は粒のようなもので、それが子に伝えられるのだと思うんです。子という一つの入れ物に入れても、混ざって均一になってしまうわけではなく、ちゃんと別個に存在していて、次の世代ではまた分離して、それぞれの形質が現れるのです。そういえば人間でも似たようなことがあるのだ。体のこの部分はお父さんとは違うけどおじいちゃんにそっくりとか。なるほど、ありますね。そういう現象も、この遺伝の粒で説明できると思うのです。メンデルの実験はそれまでなんとなく信じられていた遺伝の液体説を否定し、形質を決める粒子のようなものがあり、それが両親から伝えられてこの形質が決まるという粒子説を提唱したことが最大のポイントです。この遺伝する粒子のようなものは後の科学者によって遺伝子と名付けられます。ただし粒子のようなというのはあくまで混ざり合わないことのイメージです。この時点ではメンデルも遺伝子の実態までは分かっていません。遺伝子がどんなものでどんな形かが分かるのはもっと先のことです。さて、黄色と緑に分かれた第2世代を調べると、さらに面白いことが分かりました。お、何なのだ？第1世代は全部黄色豆でしたが、親の純系の黄色豆とは違いがありました。何か分かりますか？純系の黄色豆は自家受粉で黄色豆しか作らないのだ。でも第1世代の自家受粉は黄色と緑が3対1でできたのだ。そうですね。つまり、見た目は同じ黄色豆には、緑豆の要素を隠し持っているものと持っていないものがあるんです。では、第2世代の黄色豆はどちらなのか？緑豆の要素を持たない親タイプなのか、隠し持っている雑種タイプなのか、それを調べるには、第2世代の黄色豆をまいて自家受粉させればいいのだ。さすがズンダモンさん、その通りです。そこで、第2世代の黄色豆519個をまいて自家受粉させ、第3世代の豆を作らせました。519本のエンドウのうち、およそ3分の1の166本は黄色豆だけを作りました。つまり親タイプなのだ。残りの353本は、黄色と緑の豆を3対1の比で作りました。じゃあ第2世代の3分の2は雑種タイプなのだ。どうかされましたか？さっきからよく出てくる3対1が気になるのだ。ズンダモンさん、それなんですよ。この3対1が謎を解き明かす鍵なのです。神が与えたものと美しい比率。メンデルさん、まずは落ち着くのだ。これは失礼しました。じゃあもしかしてメンデルさんは遺伝の仕組みが分かったのだ。ええ、わかりました。3対1を説明できる仮説です。ある対立形質を考えたとき、どちらの形質が現れるかは遺伝する粒で決まるとします。これは納得できたのだ。この粒には有性形質を作る粒と劣性形質を作る粒の2種類があるとします。豆の色なら黄色豆を作る粒、緑豆を作る粒です。ふむふむ。有性か劣性かをアルファベットの大文字小文字で区別して、ラージ A とスモール a と書くことにしましょう。ふむふむ。つまり親世代はそれぞれがラージ A とスモール a を持っています。子である第一世代は両親から粒をもらうわけです。ちょっと待つのだ。親は粒が1つなのに子は粒を2つ持っているのだ。そうですとね。これは何か変ですとね。だから何か仮説を足さないとダメなんです。そこで追加の仮説、一つの対立形質について2つの粒を持っているとします。親世代はラージ A2 個、スモール A2 個とします。2個になったのだ。ええ、2個で考えるのがミソなのです。また仮説を追加します。花粉や卵細胞を作るときに粒がどうなるかということです。植物の花粉や卵細胞、動物の精子と卵子のように次世代を作る細胞を配偶子と言いますが、父親と母親が配偶子を作るとき、1個の配偶子には2つの粒のうちどちらか1つだけが入るというのが仮説の2つ目です。それなら子はまた粒を2つ持つことになるのだ。そうです。これでさっきの矛盾はなくなりました。では、配偶子に入る粒を考えます。それぞれの配偶子には何の粒が入りますか？考えると言っても黄色豆はラージ A しか持ってないから、ラージ A しか選択肢はないのだ。そうです。同様に緑豆の配偶子はすべてスモール A を持つことになります。したがって、これが受粉してできる雑種第一世代は、すべてラージ A とスモール A の粒を持つことになります。実験では第一世代は全部黄色豆だったのだ。そうです。そこで、最後の仮説を追加します。有性形質の粒と劣性形質の粒を両方持つ場合は、有性形質が現れるというものです。なんだか仮説が
がいっぱい出てきたのだ。まとめるとこうなるけど、ははは、あまり釈然としない感じですね。ではこの仮説が実験結果をうまく説明できるか考えてみましょう。説明できれば仮説が正しいってことなのだ。今はあくまで仮説ですが、それが真実だと期待できるということですね。雑種第一世代まではさっきやりましたから、その先を考えてみましょう。第一世代を自家受粉させるということは、共にラージ A とスモール A の粒の両親から子ができるということです。今度はラージとスモール両方持ってるのだ。そうです。だから、第一世代が作る配偶子には、ラージを持つものとスモールを持つものの2種類あるのです。ということは、これが受粉してできる第二世代が持つ粒は4通りが考えられます。ラージとラージ、ラージとスモール、スモールとラージ、そしてスモールとスモールなのだ。おっしゃる通りです。そして、それぞれの豆の色がどうなるかを考えましょう。ラージは親世代と同じ黄色です。ラージスモールとスモールラージは第一世代と同じ優勢の法則で黄色なのだ。お、いいですね。そしてスモールは親世代のもう片方と同じ緑になるのだ。すると、全体で黄色豆と緑豆の数は3対1になるのだ。実験の結果と同じなのだ。そうでしょう。じゃあ、第3世代も考えてみましょう。実験では第2世代の黄色豆をまいて自家受粉させると3分の1は黄色豆だけを作ったのだ。そうでしたね。残り3分の2の自家受粉からは、黄色と緑の豆が3対1の比でできました。これを説明してみましょう。第2世代の黄色豆というのは、ラージスモール、スモールラージの粒の組み合わせのどれかを持ったものの集合です。このうち、ラージを持つのは全体の3分の1ですが、この粒は親世代の純系と同じ。自家受粉で黄色豆だけを作るのだ。残り3分の2が持っている2粒は第1世代と同じですから、自家受粉の結果も同じこと。3対1になるのだ。実験の結果と同じなのだ。メンデルさんすげえのだ。かっけえのだ。いやいや、恐れ入ります。豆の色の他の6つの形質でも調べましたが、やはり同じ結果になりました。じゃあやっぱりメンデルさんの仮説が正しいのだ。今のところ正しいと期待して良さそうです。それからもう一つ大事なことがわかるんです。お、なんなのだ。さっき、どの粒が入った配偶子ができて、受粉したらどの粒の組み合わせの子ができて、と順番に考えたときに、何のバイアスもかけずに、単純にあり得る全ての可能性を考えました。ふむふむ。それが実験結果と一致したということは、実際に粒が遺伝する時もそうなっているということです。ふむふむ。つまり、父親と母親どちらでも、優性の粒の入った配偶子と劣性の粒の入った配偶子は同じ数作られて、ランダムな確率で受粉して子ができるということです。わかった。優性と劣性の粒のどっちかが配偶子に入りやすいとか、どっちかの配偶子が受粉しやすいとかはないってことなのだ。そうそう、その通りです。最後に、複数の形質がどのように子に伝わるかを調べました。黄色で丸い豆を作る親と、緑でシワのある豆を作る親を交配します。今度は、仮説をもとに実験結果を予想してみましょうか。豆の色の粒を A、形の粒を B としましょう。この2つは大文字小文字でどう表せますか？優勢が大文字、劣勢が小文字だから、黄色の丸豆はラージ AA、ラージ BB、緑のシワ豆はスモール AA、スモール BB なのだ。ということは、配偶子もそれぞれ1種類しか作らないのだ。では、受粉してできる雑種は全部、ラージスモール A、ラージスモール B なのだ。その形質はどうなりますか？ふむ、A だけ考えれば全部黄色、B だけ考えれば全部丸になるはずなのだ。でも、A と B が組み合わさったらどうなるのだ？さっきの考え方が正解です。全部黄色の丸になりました。つまり、形質が2つだからといっても影響し合うことはなく、それぞれで優勢の法則が成立するのです。ふむふむ。では第1世代を自家受粉させて、第2世代を作りましょう。配偶子に入る粒は A のどっちか1個、B のどっちか1個だから 2×2 で4通りあるのだ。ラージ AB、ラージ A スモール B、スモール A ラージ B、スモール AB なのだ。そうですね。花粉と卵細胞それぞれで、この4種類が同じ数できるとしましょう。それがランダムにペアを作って第2世代を作るとすると、4×4 で16通りの可能性があるわけです。一つ粒が増えただけでややこしくなってきたのだ。ははは、そうですね。では表を作ってみましょうか。花粉と卵細胞、16種類の組み合わせを全部書き出してみるとこうなります。おお、便利なのだ。では、豆の色と形がどうなるか予想しましょう。色は黄色と緑、形は丸とシワだから 2×2 の4通りあるはずなのだ。そうですね。では表に当てはめていきましょう。色は黄色が、形は丸が優勢です。ということは、ラージ A が一つでもあるものは色が黄色、
ラージ B が1つでもあれば形は丸になるはずです。1、2、3、4、9個あったのだ。次に、黄色いシワ豆。これはラージ A が1個でもあって、ラージ B はないもののはずです。緑の丸豆はその裏返しで、ラージ A がなくて、ラージ B が1つでもあるもののはずです。それぞれ3個ずつなのだ。最後の緑のシワ豆は、ラージ A もラージ B もないもののはずです。これは1個だけなのだ。つまり、仮説が正しければ、4種類の形質の第2世代が9対3対3対1の比でできるはず、ということなのだ。おっしゃる通りです。では、実験結果はどうだったかというと、第1世代の豆の15個をまいて育て、自家受粉させました。できた第2世代の豆、556個の色と形を調べました。そしてその数は、黄色の丸が315個、黄色のシワが101個、緑の丸が108個、緑のシワが32個でした。そしてこれを比にすると、こうなります。計算通りなのだ。メンデルさんの仮説がまた実証されたのだ。これを見ると、豆の色は黄色と緑が3対1、豆の形は丸とシワが3対1になっているのだ。素晴らしい。ズンダモンさん、その通りなんです。豆の色と形と、2つの形質のそれぞれで分離の法則が成り立っているんです。こういう結果になるということは、私たちの予測の手順と同じように、それぞれの粒は独立して遺伝するということです。独立というのはどういうことなのだ？例えば、黄色豆の粒を持っていると、シワ豆になりやすいとかいうことはないということです。そうか、もしそうだったら、黄色豆では丸とシワが3対1にならないはずなのだ。また、第1世代のラージ A、ラージ B は、共に親世代の片方から受け継いだものでした。だからといって、配偶子ができる時にも一緒になるわけではなく、もう片方の親由来の粒と一緒に、ランダムに再分配されるのです。なるほど、配偶子を作る時に、粒がシャッフルされるのだ。こうして、可能な粒の組み合わせの配偶子すべてが、同じ数作られたからこそ、私たちの計算と実験の結果が一致したのです。これが、A と B の粒の分離が独立している、ということです。なるほどなのだ。可能なすべての組み合わせ、というのが重要で、私が選んだ7つの形質を考えれば、あり得る組み合わせは2の7乗の128通りになりました。交配して試してみたところ、実際に128通りすべての組み合わせのエンドウができることが分かりました。私の研究の動機は、品種改良に役立てたいということでしたので、予想される形質の組み合わせのすべてが実際に得られる、ということが分かったのは大きなことです。交配でいろんな形質の雑種が作れるってことなのだ。複数の形質に着目して交配した時、それぞれの遺伝子は影響し合うことなく次の世代に伝えられ、それぞれの形質について優勢の法則、分離の法則が成り立つ。これを独立の法則と言います。ただし、この法則はどんな形質の組み合わせでも成り立つのではなく、組み合わせがある条件を満たした時だけ成立することが後の時代になって分かりました。それについては後ほど説明したいと思います。謎はすべて解けた。やったねメンデルさん。ははは、謎はまだいくらでもありますかね。ひとまず、この発見を論文にまとめて発表しようと思います。大発見だからバズるの確実なのだ。10万いいねぐらいつくのだ。きっと評価してもらえると思います。ずんだずんだずんだもん。上下さんの三角油揚げ。こうしてメンデルは10年近くを費やしたエンドウ豆の研究の結果、それまで遺伝の仕組みとして考えられていた液体説を否定し、遺伝とは形質を決める粒子のような要素、遺伝子が次の世代に伝えられることであり、それは3つの法則に従うということを提唱しました。この3つの法則は今ではメンデルの遺伝の法則として知られています。メンデルの研究の手法は仮説に基づいて実験を組み立て、得られた多くのデータを分析して結論を導くという現代の研究手法にも通じる極めて先進的なものでした。まさに天才の所業なのだ。メンデルはこの研究の成果をまとめ、1866年植物雑種に関する実験と題した論文を発表しました。まあ控えめに言ってノーベル賞。残念ながらノーベル賞は20世紀に始まったので、それはちょっと無理ですね。でも100万いいねはいけるっしょ。そうだといいですが、どうだったのでしょうか。なんか気になる言い方するのだ。メンデルの論文を英語に訳したものはウェブ上で読むことができます。また、メンデルの研究と生涯を詳しく解説した日本語のサイトがあります。概要欄にリンクがありますので、ご興味があれば読んでみてください。さて、世紀の大発見となるはずのメンデルの研究が世の中にどう評価されたのか、そしてメンデルの発見した法則がどこまで普遍的なのか、どう理解すればいいのか、それは次回の内容としたいと思います。
後半に続くのだ。